空が青いなあ。はい、おはようございます。今日はですね、6月の11日水曜日。はい。今日も朝から曇りで、この後ね、雨が降るという予報でございます。はい、そしてまた週末もね、雨という予報でございますが、はい、どうやら梅雨入りなんですかね、どうなんですかね、ちょっと分かりませんけれども、はい、そんな感じの天気でございますね。はい。ちょっとじゃがいもね、まだ掘ってないんでね、心配ですけれども、ちょっと晴れ間をね、見つけて、掘りたいと思います。ということで、今日も毎日同じルーティーンになりますけれども、頑張っていきたいと思います。ということで、本日もよろしくお願いいたします。人月。はい、それでは、今日もメルカリにアップする、DVD をご紹介します。ロード・オブ・ザ・リング2つの塔、ロード・オブ・ザ・リング、ロード・オブ・ザ・リング王の帰還、Once Upon a Time in the West、アンタッチャブル、これをアップしていきたいと思います。はい、それでは、撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、ということでね、今日もメルカリにアップしていきたいと思います。それとね、久々にですね、生成 AI、チャット GPT-4 オムニ、AI がね、世の中では、非常に進んできておりまして、あらゆるものが AI で動かされる時代になってまいりました。そこのパイオニアといいますかですね、先駆けに、世の中にインパクトを与えたチャット GPT-4 オムニ、はい、こちらの話をね、久々にしてみたいと思います。フッツラボでも以前ですね、過去動画見ていただくと分かるのですが、かなり特集させていただきました。はい、AI がすごくなってるよ、すごいことになってるよということで、ご興味のある方は過去動画をご覧ください。はい、そしてね、じゃあ何ができるのかと、チャット GPT-4 オムニがね、というのをね、もう一度おさらいしてみたいなと思います。一つはですね、質問に答えることができるということで、どんな話題でも、幅広くですね、答えてくれることができます。で、今まではね、チャット形式、いわゆる文章を打ち込んで、文章で返ってくるということだったんですが、もう数年前からですね、会話で、やり取りができるようになったということで、ございます。はい、そして画像の方はね、いよいよ現金買取の、切り文字カッティングシートを貼っていっております。はい、ちょっと風が強いんでね、あと雨が降ってますんでね、どうしようかなって迷ったんですけど、いいや、やっちゃえみたいな感じでね、はい、風に飛ばされながらやっております。はい、そしてね、チャット GPT-4、オムニの2つ目の特徴としては、
翻訳ができます。翻訳が非常に得意になってまいりました。フッツラボをご覧の、皆様、ユーザーの皆さんね、多分ほとんどの方が気づかれてないと思いますが、実はですね、21カ国だったかな、22カ国だったかな、すべての、国に字幕対応させていただいてます。これはですね、私が日本語で喋ったものを一旦全部、取り出してですね、はい、それを、各国21カ国語にですね、翻訳してそれを YouTube の方に、アップしてると、そういうことで、実は日本語だけではないんでございます。下のところの翻訳、字幕というボタンを押していただくと分かるんですが、全部、20数カ国語で翻訳しております。これはですね、今までにはもうとってもじゃないけどできない不可能だったことなんですが、チャット GPT を利用いたしましてですね、はい、そして、多言語に翻訳するということをやっております。はい、そしてね、もう3つ目はですね、文章の添削やアドバイス、あとですね、文章の作成もしくはですね、文章の要約などもチャット GPT-4 オムにはやってくれます。はい。これは非常に便利でしてですね、定型文、例えばお客様に送るメールの定型文を考えてくれとか、謝罪のメールを考えてくれないかとか、あとですね、非常に長い文章ありますよね。PDF で30ページ以上の文章とかホームページとか、長い文章あると思うんですけれども、これをですね一旦読ませましてですね、要約、例えば3行何文字以内で要約してくれと、頼むとですね、はい、きちんとその内容を要約してくれたりします。はい。で、4つ目はですね、アイデア出しやブレインストーミングなども、やってのけます。はい。例えばこういうことをしたいんだけどどうかな、なんかいい方法ないかなというとですね、4、5個アイデアを出してくれたりしてですね、でそれに対して、もうちょっとそこを深掘りしてもらえないかなっていうと、いろいろ、アイデアをですね出してくれたりいたします。フッツラボの場合はですね、水耕栽培、野菜をですね、水で育てる、はい、こういうのをね、結構チャット GPT-4 で使っております。はい。それとね、5つ目はですね、あらゆるアプリのヘルプをですね、私はですね、今もうチャット GPT-4 に聞いてます。はい。なぜかというとですね、例えばメルカリでですね、今アップしてますけれども、配送方法だったり、取り消し方法だったり、間違って送ってしまった場合の対応の方法とか、はい、こういうのはね、だいたいメルカリの、サイト内のヘルプ画像を見るんですが、どこもね、だいたい、分かりづらいんですよね。はい、ということでね、まだまだいっぱいあるんで、この辺はまた後日お話ししたいと思います。ということで、本日の作業内容こちらとなります。一応ね、正面側もリサイクルショップカッティングシート貼りまして、右からも左からも来ても分かるようにいたしました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね、あいにくの雨でございまして、はい、こちらね、カッティングシート効果買い取りでね、カッティングシートを、貼り終わりました。はい、ということで、まあね次回何やろうかなっていう感じですけど、はい、考えていきたいと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月